はい、こんにちは。今日はね、光爆式武装、竜装、やっていきたいと思います。この辺は敵の施設がいっぱいあるので、そいつらをやっつける武装が欲しい。ということで、行ってみましょう。で、とりあえず、試作品を作りながらざっくりお話ししていくと、この光爆式って言葉は以前もやったシャーマンキングの光爆式オーバーソウルのインスパイアなんだけど、今回の竜装って装備は私のオリジナルです。まあ過去にもオリジナル武装を作ってるんだけど、共通して言えるのは体を半分覆うような形で攻防一体型の装備であたりですね。で、一応持ってきた素材もあるんだけど、今回はレンガをベースに作っていきます。レンガは取り立てて硬いってわけでも軽いってわけでもないんだけど、これね、いつもね、素材としての総合点が高いプラスチックか合金を使うことが多いので、何作ってもだいたい真っ黒になっちゃうんだよね今回は見た目の色をいつもと変えたいってのが主目的なんだけど、まあとにかくこんな感じで爪みたいな装備を作ってみました。これが試作1号ってな感じなんだけど、まずはこれで戦えるかどうか試してみましょう。レンガの耐久性は低いとは言っても、この世界では物理攻撃を仕掛けてくる敵はスライムくらいしかいないので、実はビームを防ぐ分には問題ないですね。タングステンブレードがあれば柱を壊せることも分かっているので、あとは問題はこのでかい武器で小さいビーム砲を破壊するのが難しいってことなんだけど、まあこれも前から分かってたことなんだけど、やっぱ難しいですねで、やっぱし耐久性が低いせいで倒れてきた風車に当たって破損したりするのが難点でもあるんだけど、まあ今回だと一応原型をとどめてるので、試作1号としてはこれでいいとして、ここから改良していきましょう。とはいえ先に言っとくと、さっき現にあれで風車を破壊できたのも確認済みだし、試作1号の段階でベストに近い形でもあるんだよね普通に使いやすい武器っていう意味であれば、むしろ小さくして取り回しがいいようにするのが近道なんだけど、それだと動画1本作るレベルのものにもならないので今回の方向性としてはギリギリ使える範囲のでかい武器ってな方向でやっていきます。で、ここで一応レンガと合金でどのくらい性能差があるのかを見てみると、これちょっとミリ単位の誤差があるとはいえ、ほぼ同じ大きさで比較してるんだけど、耐久性は合金の方が圧倒的に高くって、レンガの方が若干軽いってな感じですね。今まで私はレンガをほとんど使ってなかったのもあって、何に使うのが適しているのかってのは悩みどころなんだけど、少なくとも武装としてはレンガを使うメリットは低そうですただこれ攻撃力がレンガは一応ダメージが入るくらいはあって、
どのみち高いダメージは入らないし、今回は防具の部品に使ってるせいで自分に刺さるんだけどまあこのダメージを与えるあたりに可能性があるかどうかですね。ちなみに合金だとダメージが入らないので、防具としては合金の方が優秀と考えて間違いないでしょう。まあどのみち最初に言ったように、今回はカラーリングの観点からレンガをベースにしていきます。で、光爆式の基本コンセプト通り半身を囲うような形にして、右手と左手を別々に動かせるようにベアリングを使って可動部品を作っていきます。右と左は長さが違うようにして、近距離と至近距離を使い分ける想定ですね。よし、今度はドローン基地を相手に戦ってみましょう。まあ攻撃力は十分にあることが分かってるんだけど、あ、自爆ドローンか。強度が全く耐えきれないですね。さっきこの世界には物理攻撃をする敵はスライムしかいないって言っちゃったんだけど、爆発ダメージは物理なのでこれには弱いですね。完全に素材の耐久度の問題なので、単純に強い素材で作り直すのがベストなんだけど、今回はレンガ縛りでいきたいので、なんとか解決できないか試してみます。まあ壊れるのが前提であれば、さらに増加装甲を追加することで解決できるんじゃないか。爆発ダメージは物体に遮られるとそこで止まるのと、自爆ドローンは爆発するといなくなるので、要塞みたいに無限湧きする場所でなければ一発耐えれば OK ってな発想です。こうやってレンガの破片を竜の鱗みたいな感じでくっつけていって、かっこよくもなりましたね。いざこれでもダメかこれね、がっつり覆ってるわけではないので、隙間から通るダメージだけで本体が壊れちゃってるみたいです。単純に覆う面積を増やすことで解決できそうでもあるんだけど、これ以上やるとかっこ悪くなりそうだし、どのみちドローンの相手をするには不十分なので、どうするかは一旦置いといて、今回は風力発電機を倒す用の武器として進めていきましょうかね。この辺風力発電機はいっぱいあるので、次はあいつを狙ってみます。とりあえず一撃でへし折るところまではいいんだけど、これビーム砲がへし折った柱の隙間に入っちゃったりして、さすがにこういう場合は狙うのが難しいというか、無理に殴ろうとすると電池を壊しちゃいそうになるんだよねこうやってビーム砲を拾って叩きつけるのが最適解ではあるんだけど、もうちょいなんとかならんかな。はい、少し地面を叩きやすいように微調整していってます。一応さっきよりも地面に置いたものを攻撃しやすくなってるので、まあこんなもんかな。
まあこういうのは実践で試した方が分かりやすいので戦ってみますか。やっぱ大きい武器の特性として細かい操作が苦手なのはしょうがないかな。さっきみたいにビーム砲を掴んで叩きつけるってな解決策もあるので実用には耐えうる武装ではあるんだけどもっとかっこよく立ち回るっていう理想もあるのでそこはなかなか難しそうですね。まあ若干問題点を残す形ではあるんだけどひとまず今回はまとめに入りましょうか。ということで光爆式武装竜装やってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。まあ見た目重視の面白アイテムみたいな感じではあったんだけどうちであまり使ってないレンガをとりあえず使ってみようってなお試しでもありました。まあ割とその辺に転がってるってのはあるのでさっきの戦闘で破損した部分を簡単に修理できるって言いたかったんだけど内陸だとなかなか粘土が転がってないんだよねよほど限定された環境でさえなければ合金とかプラスチックも普通にゲットできるしレンガとして使うには粘土を温める必要があるって考えると補充が楽とも言いづらいですね。武装として使うメリットも見出せてないし今のところ飾り用のアイテムかな。で今回自爆ドローンというかドローンの相手をするのは完全にスルーしたんだけどこれを引き続きやっていきましょうかね。ということで次回は光爆式武装劉備やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。